どうもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。突然だけど、大阪の最強パワースポットって言ったらどこかな？大阪城にある報国神社は、豊臣秀吉にあやかって出世開運や仕事成就などのご利益があると言われているから、最強のパワースポットじゃないかな。それと住吉大社も、大阪随一のパワースポットとして名高いぜ。全国に2300社ある住吉神社の総本社だったっけ？それはすごそうだね。住吉区といえば、1979年に起きた三菱銀行人質事件を思い出すぜ。人質事件なんてあったの？実はこの事件、昭和史に残る最悪の立てこもり事件なんだぜ。何それすごく気になる。それじゃあ今日は三菱銀行人質事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起こったのは1979年1月26日。もう40年以上も前だね。銀行の閉店時間である15時前頃に、帽子をかぶり、黒スーツに黒サングラス、白マスクのアフロヘアの男が、猟銃を持って押し入ったんだ。すごく目立つ格好だね。男の名前は梅川明義。銀行に入るとすぐに天井に2回発砲したんだぜ。その場にいた人たちはパニックになっただろうな。梅川は強盗をしたらすぐに逃げるつもりでいたが、行員と客の合わせて30人以上を人質にとって、42時間も籠城することになるんだ。なんですぐに逃げなかったの？まず、梅川は現金をリュックサックに入れるように行員を脅したんだが、その際に非常電話で通報しようとした男性行員がいたんだ。そりゃすぐに通報するよね。行員を見つけた梅川は彼を射殺。流れ弾により男性行員と女性行員が負傷したんだけど、この隙を見て行員2名と主婦が脱出に成功したんだぜ。早い段階で脱出者を出したことが、梅川の計画を狂わせることになったんだね。そう。逃げ出した客が自転車で巡回していた警察官を見つけ通報。警察官は一人で銀行に入り、拳銃を構えて警告するんだ。なんで応援を呼ばなかったの？実は梅川は警察が到着する前に銀行から逃走する計画で、警察車両が通りづらい銀行を選んだんだよね。警察官は応援が来る前に自分でどうにかしようと思ったのかな。残念ながらこの警察官、梅川によって殺されてしまうんだぜ。日本の警察官が発砲することなんて珍しいもんね。状況が把握できていない段階で、梅川より先に銃を撃つことはできなかっただろうよ。梅川はさらに銃の扱いが上手かったらしいんだ。初めて銃を撃ったわけじゃないってこと？この梅川って男の生い立ちから話していこうか。よろしくお願いします。梅川が生まれたのは、1948年3月1日広島県大竹市だぜ。大竹市といえば海も山もある、自然豊かなところだね。梅川の父親はベテラン配管工だったんだが、母親はその会社の独身寮で炊事婦をしていたんだ。同じ会社で出会って結婚ってよく聞く話だね。梅川が生まれた時、父親は46歳、母親は42歳だったんだけど、二人とも再婚同士だったらしいな。当時では珍しい高齢出産ってやつだね。姉がいたらしいんだけど、梅川が生まれる前に亡くなってしまっているから、実質一人っ子だったみたいだぜ。そりゃ両親も溺愛しただろうね。梅川の幼少期は裕福ではなかったものの、それなりに幸福な家庭だったんだ。そんな幸せな幼少期を過ごした梅川が、なんであんな凶悪な事件を起こしてしまうんだい？幸せそうに見えた梅川の家族だったが、父親の持病の椎間板ヘルニアが悪化し、休職するようになってから激変するんだ。家族で乗り越えられなかったのかな？どうにかする手もあったかもしれないが、実はこの父親、お金にはだらしなく女癖も悪かったんだ。ああ、それは最悪だ。
梅川の両親は、梅川が小学5年生になった時に正式に離婚し、梅川は父親に引き取られることになったんだそうだ。母親じゃなかったんだね。梅川と父親は、香川県の実家に行くんだけど、そこでよそ者扱いを受けるんだ。父親の家族なのに受け入れてもらえなかったの？父親の実家は農家だったんだけど、梅川の父親は長男にもかかわらず若い頃から素行が悪く、家を継がずに出て行ってしまったんだ。まだ長男が家を継ぐのが当たり前な時代だよね。そう。だから結局農家は弟家族が継いだんだけど、突然子供を連れて戻ってきた梅川の父親を厄介な存在に思ったんだろうな。仕方がなく実家の敷地内にある納屋を改装した建物に住まわせたんだ。それでも住むことは許可したんだね。当時の時代背景を考えると、無下にもできなかったんだろうよ。でも、この極貧生活を梅川は耐えることはできなかったんだ。そりゃ、これまでの生活と全然違うもんな。梅川は父親の財布からお金を盗み出して、そのお金を使って母親が住んでいる大竹市に行くんだ。やっぱり母親のところが良かったんだね。母親のところではどんな生活を送ったの？梅川が母親のところに行った時、母親はすでに53歳くらいだった。梅川を育てるために良い給料の働き口を確保するのは難しかっただろうよ。やっと一緒に母親と住めても、貧しいことに変わりはなかったんだね。当然母親は朝から晩まで働き、家を空けることが多かったんだ。梅川はそんな母親から小遣いをむしり取るなど、やりたい放題だったらしい。母親を助けようという気がなかったんだね。母親は怒らなかったの？寂しい思いをさせていると後ろめたさがあったんだろうな。そんな時でも母親は梅川を甘やかしてたらしいぜ。それじゃあどんどん非行に走ってしまうんじゃないの？そうなんだ。梅川の非行はエスカレートし、何度も補導されるような少年になっていたんだ。いつ事件を起こしてもおかしくない感じだったんだね。15歳の時、非行仲間から兄貴と慕われていた建設作業員の家に転がり込んだんだけど、そこでとんでもない事件を起こすんだ。この兄貴と喧嘩でもしたの？いや、兄貴は梅川と良好な関係だったみたいだが、梅川はこのままじゃいけないと思ったようで、お金を盗んで自立しようと考えるんだ。真面目に働いて稼ぐより、強盗することを先に考えるような男だったんだね。梅川はとある建設業者社長の家に強盗に入るんだけど、梅川が強盗に入った時、社長の義理の妹が一人で留守番をしていたんだ。梅川は社長に用があるふりをして、堂々と家に上がり込んだらしい。義理の妹は怪しいと思わなかったのかな？実はこの社長の家に、梅川は以前兄貴とアルバイトをしに行ったことがあったらしいんだ。義理の妹がそれを知っていたかはわからないが、全く知らない間柄ではなかったようだな。なるほど。それじゃ警戒も薄れるかもね。梅川は社長の家に義理の妹以外は誰もいないことを確認すると、持っていたナイフで女性を何度も刺して殺してしまったんだ。物を盗むだけじゃなく、殺してしまうなんて残忍だ。女性を刺殺した後、現金や株券、預金通帳が入った金庫といった、金目のものを強奪して逃亡したんだ。まだこの時15歳なんだよね。信じられないな。この事件はすぐに梅川の犯行だって分かったんだけど、少年法によって実刑になることはなかったんだ。梅川が15歳ってことは約60年前くらいになるのかな？その頃の少年法は、今より緩かったんだね。その後梅川は猟銃を購入するんだ。殺人を犯した人に猟銃の所持を許可していいの？銃刀法はなかったの？銃刀法自体は1958年に公布施行されたから、梅川が10歳の時からあったことになるな。じゃあ、梅川は銃を購入できなかったんじゃないの？
この前歴が銃刀法で定められた結核者に該当するのではないかと議論もされたらしいが、少年法によって守られた梅川に対して銃の所持を許可せざるを得なかったんだ。でも今は、未成年でも逮捕されることがあるよね。現在の少年法では、未成年だったとしても殺人事件を起こしたのが14歳以上なら、成人と同じく逮捕される可能性があるんだ。逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合だったよね。この事件では、梅川が少年院に入る時に裁判官が、少年が今後社会に出れば、再び犠牲者が出る可能性があるが、少年であるがゆえに処罰し得ない。と言っていたらしいから、今の少年法だったら、梅川に銃の所持を許可することはなかったかもしれない。梅川は全然反省してなかったんだね。当時の少年法の下では、梅川は岡山にある少年院に、送致されることになるんだけど、収監されてから約1年半で仮釈放になるんだ。人を殺していてそんなにすぐに出てこれるなんて怖いね。保護観察処分はあったんでしょ？保護観察処分はその後2年半ほど継続したらしいな。それでも殺された女性の親族のことを思うと辛いな。少年院を出てからの素行も相変わらず悪かったらしい。父親に似て女性関係でのトラブルも絶えなかったみたいだ。交際相手の女性に暴行したり、全裸にして家から放り出したりもしていたらしいぜ。最低なクズ男だな。それに、猟銃を手にしてからもクレイ射撃に何年も通って腕を磨いていたらしいな。それで三菱銀行人質事件を起こした時、生まれて初めて銃を撃つ素人ではなかったんだね。それじゃあ話を三菱銀行人質事件に戻そうか。梅川は事件当時30歳だね。猟銃の扱いに慣れていた梅川は、冒頭で言った行員と警察官1名以外にも、支店長と後から駆けつけた警察官を射殺し、計4名が犠牲になったんだ。日本の人質事件では初の死者が出た事件なんだぜ。だから昭和史に残る最悪の立てこもり事件って言われているの？でも、それがそれだけじゃないんだ。まだ何かあったの？そもそも梅川は、5000万円を強奪する目的で銀行に押し入り、すぐに逃げる計画でいたんだ。それが想定より早い段階で警察に通報され、人質を取って立てこもることに決めたんだな。それで約30人の行員と客が人質になったんだね。梅川は人質たちに命令して、銀行内の机や椅子で、非常用出口や階段を塞ぐバリケードを作らせたんだ。バリケード完成後は全員を整列させ、逃げた者がいないか点呼で確認したらしいぜ。もし逃げた人がいたと分かったら、何をするかわからないね。さらに点呼中に金を用意しなかったのが悪い。と言って、支店長を至近距離で射殺するんだ。全員の目の前で殺すなんて、その場にいた人の恐怖は計り知れないよ。その後、梅川は狙撃隊から自分の身を守るために、男性行員に対して上半身のみ裸になるよう命じるんだ。上半身を脱がせる理由って何だったんだろうね。それだけじゃなく、女性行員にも電話係を除く19人全員に全裸になるよう要求。肉の盾となるよう命令したんだ。女性を全裸にさせるなんて、ただの変態じゃないか。そうかもしれないな。なんてったって、服の脱ぎ方の順番までも指示したらしいからな。うわぁ、どこまでも非道な男だね。これ以上人質が脱出しないように、服を脱がせるという手段を使ったのかもしれない。脱出を恐れた梅川は、さらに行員がトイレに行くことを認めなかったんだ。じゃあどこでトイレをしていたの？もちろんトイレを我慢することはできないから、カウンターの隅で済ませるしかなかったみたいだな。バリケードも作って閉鎖された空間で、相当臭かっただろうね。こういう状況の中でも、最年長の男性行員は冷静沈着だったんだ。しかしそれがかえって梅川の機嫌を損なわせ、生意気だと怒り始めたんだな。もしかして殺しちゃったの？
いや、梅川は男性行員に向かって猟銃を発砲したものの、行員はとっさに体をずらしたから右肩に被弾しただけで、命は奪われなかったんだ。よかった。死んでなかったんだね。それだけで終わればよかったんだが、この男性行員は撃たれた後に死んだふりをして、梅川はそれに気づいてしまったんだ。死んだふりをしたら逆上されるんじゃないの？そう。だから別の行員に、ナイフでとどめを刺して肝をえぐり取れと命じたんだぜ。同僚を手にかけるなんて、命じられた行員はショックだっただろうね。命令された行員はもう死んでいると嘘をついて、とどめを刺すことをためらったんだが、そんならそいつの耳を切り取ってこい。死んでるなら切れるだろと言い出したらしい。結局行員たちはこれ以上抵抗できないと思ったのか、年長の行員が、構わん、やれと囁くと、命じられた行員は泣きながら左耳を切り取ったんだ。そんな怖い発想、どこから出てくるんだろうな。実はこの耳を切り落とすという行為は、映画ソドムの1で死人の儀式を行うワンシーンに使われていたんだぜ。ソドムの1ってどんな映画だったの？第二次世界大戦後のイタリアが舞台なんだが、ナチスの残党であるファシストたちが、イタリア北部の町に集まり亡命政権を形成するんだ。そこで権力を握った大統領大司教最高判事公爵の4人は、自分たちの快楽欲求を満たすために、市町村条例を新しく制定するんだ。その条例でどんなことをしたの？自分たちの欲望、つまり性欲を満足させるために、美しい少年少女を条例に従って拉致するんだ。拉致した後は監禁し、あらゆる変態行為をして、最後は死に至る拷問をするという過激なストーリーなんだ。そんな怖い映画、日本でも上映されていたなんてびっくりだね。梅川は切り落とされた耳を受け取ると、その耳を口の中に入れて味見するんだぜ。そしてまずいと言って吐き出すなど狂気とも言える行動を起こすんだ。耳を切り取られた年長の行員は、大量に出血とあまりの痛さに失神したらしい。事件解決後に緊急治療が施され、一命を取り留めることができたんだ。命が助かったのが唯一の救いと言えるね。でも、そもそもこの梅川は5000万円を盗んで何をしようとしたのかな？もちろん自分自身の生活のためにお金が必要だったのも理由の一つだろうが、実はこの立てこもり事件の間、梅川は500万円の借金返済と、母親に残すための500万円を用意するよう男性行員に要求しているんだ。500万円も借金があったんだね。でもそれって違法なお金だから借金返済には使えないんじゃないの？そうなんだ。命令された男性行員は借金返済のためにお金を持って銀行から出るんだけど、もちろん法律上は無効だから事件解決後に警察から三菱銀行に返金されたらしいぜ。当たり前の話だよね。それでこの人質事件は、どうやって解決したんだい？事件解決には42時間というかなり長い時間がかかったものの、意外な人物の登場によって大きく状況が変わるんだ。意外な人物って？さっきも話した通り、幼少期の梅川は家庭環境が悪かった。しかしそれでも、母親のことは大好きだったらしいんだ。マザコンだったの？そこまではわからないが、こんな事件を起こしても、母親は梅川の味方でいようとしていたらしいな。じゃあその母親が説得をしたってこと？そうなんだ。最初は電話をしたようだが、途中で切れてしまったらしい。電話の代わりに母親は手紙を書いて、特捜本部が梅川に届けたんだ。梅川は女子行員に代読させるんだが、読み終わった後に、俺にはお袋しかおらんのや。俺は子供の頃からお袋と一緒に苦労したんや。お袋は大好きや。一緒に暮らしたいんやと言ったそうだぜ。その後どうなったの？梅川はそれまでにも片親の女子行員に服を着ることを許可するなど、優しい一面もあったみたいなんだが、この手紙をきっかけにどんどん人質を解放していくんだ。
母親の思いが通じたんだね。それでも梅川はまだ逃げることを諦めていなかったんだ。梅川は残った人質全員に後ろを向けと命令するんだが、自分が着ていた服や帽子、サングラスなどを男子行員につけさせ、梅川はその行員の服を着て変装したんだ。身代わりにして逃げれると思ったんだね。さらに行員には弾を抜いた猟銃を持たせ、梅川自身は警察の拳銃に持ち替えたんだぜ。その場にいた行員の話では、この格好で人質解放や、言うて表に出るんや、うまいこと逃げられるやろと言ったらしい。このタイミングで警察が突入してきたら、行員が間違って逮捕されちゃうんじゃないの？この時には行員の中で梅川の目を盗んで警察とやり取りをし始める人がいたんだ。その行員が警察に合図を送っていたので、警察が突入することはなかったみたいだな。42時間も立てこもってたら、精神的にも限界に近かっただろうね。1月28日の午前8時40分、梅川は女子行員にお茶を用意するよう命じるんだ。人質が周りからいなくなったら、警察に有利な状況だね。そう。警察は梅川が一人になったところで突入し、梅川を射殺するんだ。逮捕するんじゃなかったの？警察が一斉に突入した時、梅川は抵抗したみたいだな。それで警察も人質を守るために撃つしかなかったんだね。この事件がきっかけで、銀行などの金融機関の警備体制に問題はなかったのか。見直されることになったんだ。今は警備会社がたくさんあるから安心だね。さらに少年法についても、梅川が15歳の時に起こした大竹市強盗殺人事件の際に、もっと厳罰に処していれば人質事件を防げたのではないかと議論にもなったんだぜ。確かに人を殺した少年が、年齢が若かったからという理由だけで、猟銃の所持を認められるのは怖いよな。この三菱銀行人質事件はテレビで中継されてたんだけど、世間は注目して見ていただろうね。人質になった行員たちについての誹謗中傷や、デマ情報が流れるなどたくさんの問題があったんだ。昔の日本も今と同じで、誹謗中傷があったのか。しかも被害者なのに中傷されるなんて、心の傷をえぐるようなひどいことはしたらいけないよね。さて今回は、三菱銀行人質事件について紹介したよ。それじゃあ次回も、ゆっくりしていってね。